で悲しみコーデ。あったよね。かわいいカラフル。喜び。タラーンと。I've never cared much for winter. Ice and snow leaves me totally cold. But something's up each year in December. I love it like a miner loves gold. It's never about the presents, the turkey or the Christmas tree. It's all about that glow in my baby's eyes that lights a fire inside of me. My baby's just crazy about Christmas. Just listen to that kitten, the way she purrs. There's something in the air this time of the year. She's crazy about Christmas, and I'm crazy about her. Oh, the deeds that I do to please her, ain't a thing that I wouldn't do. I give my babe whatever she wants. I catch a reindeer if she wants me to. My baby's got a thing for Santa. She blushes and she giggles whenever he's near. I grow myself a beard in time for Christmas. I keep it throughout. ールゲットマリメッコのデニムは8月22日以降です。
こっちに。乾杯。はい。乾杯いただきます。うまい。うまい。これうまい。美味しい。お店のやつよりさ、お肉がでかいから食べ応え贅が沢感すごい。こんにちは。ここ最近でいろいろ購入してきたものが溜まってきたので、皆さんにご紹介していきたいと思います。はい。もうすぐ夏が終わって秋が来るということで、ベッドルームの雰囲気をちょっと変えたいなと思って、ちょっと前に新しいベッドカバーを購入していました。それをね、開封していきたいと思います。はい、こちらです。アルテックとテクラがコラボした掛け布団カバーを購入しました。これは偶然インスタグラムを見てたらおすすめに流れてきて、そしてそのままねオンラインで購入したんですけれども、こちらはですね3色展開で青と白とピンクがあったんですが、私はピンクが欲しかったのでピンクを購入しました。じゃん。ちょっとこれお花かな、小花柄が入ったパープルに近いようなくすみピンクの掛け布団カバーですと、あとはお揃いで枕カバーもね購入しました。はい、こういう感じで
かわいい。今の私のベッドルームはキルトのカバーを使ってちょっと黄色をベースにしてるんですけど、これからの秋の時期はピンクを使って可愛らしい寝室にしていこうと思っています。こういう感じでアルテックとテクラの掛け布団カバーと枕カバーを購入しました。でそれを購入したのでボックスシーツは無印でですね、薄いねピンクのベッドマットレス用のボックスシーツを購入しました。でこれを下に引いて上にこれをかけるという感じでピンクで統一していこうと思ってます。でそしてそのベッドの上に置きたいなと思ったのがこちらの小さなクッションなんですけど、これは先日伊勢丹新宿でリンロゼのイベントに参加した時にその同じイベントに出展されていたグランピエというねインド系の雑貨だったりとかそういうインテリア用品をね取り扱ってるお店で購入しました。これをね同じベッドに置きたいなと思って小さなクッション買って、そして同じグランピエでじゃん、こちらのカバーも購入しました。裏はこういう感じ。これもねちょっと赤が入ってて秋っぽいカラーリングなのでここのねソファーのところのカバーもこちらにね変えてちょっと秋仕様にしようと思ってます。あとはザラホームで購入したこちらキッズのコーナーで見つけたんですけど、これはくまのプーさんの100エーカーの森が書いてあるクッションです。すごく可愛くてちょっとところどころ刺繍でね文字が入ってたりとか、あとちゃんとねこうプーさんの仲間たちがねところどころいたりして、こちらのクッションカバーこれはベッドの上かこのソファーの上に置きたいなと思ってたまらなく可愛くて購入してしまったものです。はい、でそのクッションカバーの中に入れる中のクッションもザラホームで購入しました。あとザラホームでこちら購入したんですが、これはワインマーカーというものなんですけれども、ワイングラスのこの持ち手の部分にアクセサリーをつけてパーティーの時とかに自分がどのワイングラス使ってたか分かるようにするためのワインマーカーなんですが、このガラスでできてるこのチャームでネックレスを作ってる方をインスタグラムで見つけて、私もそれ真似して自分でビーズのネックレス作ってみようと思って購入しました。後でちょっとねオリジナルネックレスを作りたいなと思ってます。でこのネックレスを作るためにキワ製作所でビーズをね購入してきました。あとはマリメッコでもねちょこちょこお買い物してるんですが、こちら新作のタオルをね購入しました。こちらバスタオルに使えるものと、あとはハンドタオル、こんな感じでピンクにオレンジのウニッコ柄です。でここにマリメッコのタグが入ってます。うちのねバスタオルと洗面台用のミニタオルが1枚足りなくて洗濯が間に合わない時があるので買い足しですね。タオルセット購入しました。であとはこの前マリメッコの展示会に行った時にオーダーしていたプレフォールコレクションのお洋服が1つ届いたので受け取りに行ってきました。こちらのウニッコのハイネックのトップスです。着てみました。めちゃくちゃ可愛いです。このね体にピタッとフィットする感じとか、このハイネック部分の長さだったりとか、濃いグレーと薄いグレーの同系色のウニッコなので柄物なんですけど、そんなに派手すぎず大人っぽく着れるデザインなんじゃないかなと思います。秋はこれ1枚で下にデニム合わせるだけで可愛いし、冬はねこのハイネックのトップスの上にロングダウンを合わせたりとかして秋冬たくさん活躍しそうなそんなアイテムです。
もうじゃ売り切れ。ランチもやばい。美味しそう。美味しそう。待って、そんな行くと。わ、やばい。美味しそう。これ絶対美味しいやつだ。맛있어요? クリーミー。このために今日何にも食べてないの。はい、私です。やばいよ。正直半日でも一日でもいようと思えばいい。一日いたい、私。なんとかこれもマーティン規模。3泊4日もあるのさ、めちゃめちゃ回れそうだな。I close my eyes and see all that we could be. No other dream I've had means a thing. Kids and a picket fence sounds good to me. Growing old hand in hand is all I need. As the years go by, we might get older, but love will grow stronger. I don't need more time to know that forever, love, you will be mine through it all, my dear. I will be yours year after year. Looking at all we've done, we've had it good. When nothing else seemed to last, our love, it stood. As the years go by, we might get older, but love will grow strong.
皆さんこんばんは、ミックです。この Vlog の最後に私のブランドヒンクヌンクからホリデーコレクションのお知らせをさせていただきたいと思います。まだね秋にもなっていないこのタイミングでクリスマスのお知らせをさせていただきたいと思ってるんですけれども、こちら2つの商品について少しお話しさせていただこうと思います。まずこちらヒンクヌンクからホリデーコレクションとして発売されるのはホリデーリミテッドエディションキャンドルヨールトリです。私といえばクリスマスというイメージをね持たれてる視聴者の方も多いかなと思うんですけれども、私はクリスマスが好きすぎてそこからフィンランドに興味を持って2年前に初めてクリスマスシーズンのフィンランドに行ってきました。その時に訪れたタンペレという都市、そのタンペレでのクリスマスマーケットが私にとって初めてのフィンランドでのクリスマスマーケットでした。小さな広場にあるこじんまりとしたマーケットでしたが、そこには工芸品や手作りのニット帽、そしてキャンドルなどが売られていて、そしてマーケットの周りの建物にはプロジェクションマッピングでクリスマスらしい映像が映し出されていて、そのローカル感のある温かい雰囲気のクリスマスマーケットが私の心にグッときて、それがフィンランドを好きになるきっかけの一つでもありました。それで今年のホリデー限定キャンドルはタンペレにあるクリスマスマーケットでも売られていたフィンランドのホットワイングロッキの香りをイメージして作りました。赤ワインの香りをベースにオレンジなどのフルーツの爽やかな香りを加え、そしてバニラとムスクが混ざり合い、さらにシナモンとクローブなどのクリスマスらしいスパイスの香りを効かせたホリデーシーズンぴったりの香りに仕上げました。またホリデー限定キャンドルということでキャンドルのボックスもクリスマス仕様にしてみました。ボックスにはリボンがかかっていてクリスマスギフトのようなワクワク感を感じていただけると思います。さらにこのキャンドルにはこちらの革でできたオーナメントもついてきます。このね雪の結晶の形をしたオーナメント、このオーナメントにはヒンクヌンクのロゴが入っているんですけれども、こちらのオーナメントをご自身でねこのように箱のリボンのところにつけて写真を撮っていただいても可愛いと思いますし、そのままねお手持ちのツリーに飾っていただいたりとか、あとは紐を取っていただいて自分でチェーンを付け替えていただければチャームのようにねバッグとかなどにつけていただけるそんな革のオーナメントもおまけでついてきます。そしてキャンドルのグラスはシンプルにタンペレのクリスマスマーケットを意味するヨールトリという言葉をゴールドで入れています。こちら見た目も香りもフィンランドの冬の寒さと、そしてマーケットのきらめきを感じさせてくれるそんなキャンドルになっています。フィンランドのホットワインの香りとともにクリスマスの準備をしたり1年を振り返ってほしい、そんなキャンドルです。ぜひ気になる方はサイトチェックしてみてください。そしてもう一つこちらの箱の中に入っているのはレザーノートブックカバー2025です。開けてみたいと思います。じゃーん、レザーのカバーを作りました。前回私がヒンクヌンクでレザートートバッグを販売する時に出した動画 What's in my bag の中でレザーの手帳カバーも試作して使っていますって皆さんにシェアしたところ、そのレザーカバーが欲しいと言ってくださった方がたくさんいたので来年に向けてレザーノートカバー作成しました。というのも私は紙派なので毎年年明けには手帳を買って日記をねこうやってつけるのが習慣になっているんですけれども、なかなか自分好みの手帳カバーに出会えずにいたんです。で手帳は普段家で使っているんですけれども、お仕事の打ち合わせの時とかには持ち歩くことも多くって、お仕事シーンで使いやすいカラーにしつつ家でゆっくり日記を書く時にはちょっと気分が上がるようなそんなカラーリングにしたいと思って今回作成しました。表面はブラウンとグレーが混ざったような上品で大人っぽいトープというカラーを選びました。そして開いた時このポケットの部分はミントグリーン、そしてパープルを使って可愛らしく気分が上がるようなカラーに仕上げました。こちら側もねミントグリーンとあとペン差しの部分にはパープルを使用しています。お仕事シーンで持ち歩く時にきちんと感のある見た目で、こちらのね下の部分には小さくヒンクヌンクというブランドロゴがゴールドで箔押しされています。このねトープのカラーと中のミントグリーン、そしてパープル、この3色のカラーリングが絶妙で年齢問わずどんなシーンでも使いやすく大人可愛い自信作です。そしてこのカバーの素材は牛革を使用しており、革自体がとっても柔らかく手になじむレザーノートカバーとなっています。
また表面に細かいシュリンクのエンボス加工が施されているので、とてもね上品で高級感のある見た目になっています。このノートカバーは英語サイズ仕様となっていて、カバーを開けたこちらポケットが2つと、そしてこちらにペンをさせるポケットが1つついています。そしてこちらのレザーノートカバーには、このね今入れている緑社の MD ノートジャーナル英語フレームが付属されます。こちらはマンスリー手帳ではなくジャーナル用としてお使いいただけるノートで、こちらノートの上段の枠に日付を入れれば日記として使うこともできるし、もちろんこのノートを使わなくても英語サイズのものであれば手帳やお手持ちのノートを差し替えて使っていただくことができます。私はねこのジャーナルに旅記録を残して、いつかね自分の旅本が出せるように、そんな夢を持ちながら楽しくね頑張っていこうかなと思っています。私が今回のホリデーコレクションでこちらのレザーノートカバーを作ろうと思った一つの理由として、これまで YouTube を4年ぐらいやってきて、私は動画で何度も日記で日々を記録することで変わる未来があるということを皆さんにシェアしてきたかなと思っています。日記を毎日書くのは難しい、そう感じている方もいらっしゃると思います。もちろん私もそうで、今年2024年毎日日記を書こうと思ってはいたけれども、なんだかんだ仕事が忙しくって、結構ねサボってしまいました。ですがやっぱり私は今まで自分のやりたいこととか夢は書いて叶えてきました。だからこれからも何かしら自分の手でこういう紙にこんな未来を描くんだぞって書いていきたい、そう思ったんです。そこで私はねこのノートカバーを作って、新たにねこちらの旅の記録、これをつけていつかね皆さんのもとに私はこれまで行った旅の本を出したい、そういう新しい夢ができました。まだ2024年3ヶ月以上残っていますが、来年に向けて2025年の手帳カバーを探している方、来年は新しい環境に飛び込む予定のある方、自分の夢のためにバレットジャーナルをつけたいなって考えている方、ぜひ私と一緒に毎日続けなくてもいいから自分の好きなこと、これからの夢のこと、これから頑張っていきたいこと、そういうものを残すノート、そのノートを大事に保護するカバー、これをね一緒に使って夢を叶えたりいい人生を手繰り寄せていきましょう。私も気持ち新たにこの旅本を出すという夢に向かって頑張っていきたいと思っています。そして最後にこちら2つの商品の受注について詳しくご説明していきたいと思います。こちらのキャンドルとレザーノートカバー、こちらの受注期間は今日8月23日金曜日21時から9月1日日曜日の23時59分まで受付とさせていただきます。今回のこの2つの商品は数量限定ですので、受注期間中でも予約数に達した段階で受注は終了となります。こちらどちらの商品も再販はございません。また販売ページのシステム上の問題により、こちらのキャンドルとレザーノートカバー両方をカートに入れて決済することができません。キャンドルとレザーノートカバーどちらも購入される方はこちら一つずつ決済をお願いいたします。ただし同じアイテムを複数購入される場合はそのまま決済することができますので、例えばキャンドルを2個購入されたい方がいらっしゃったらカートにキャンドル2つ入れて、そのまま決済を完了してください。そして2つの商品どちらも海外発送が可能です。海外にお住まいの方は日本以外にお住まいの方はこちらというボタンを押して決済をお願いいたします。ヒンクヌンクの販売ページは外国語対応しておりますので、海外の視聴者の方にもこちらのホリデーコレクションの商品お手に取っていただけると嬉しいです。はい、ヒンクヌンクからの少し早いホリデーコレクションのお知らせは以上です。キャンドルとレザーノートカバーとともに素敵なホリデーシーズンを迎えてほしい、そんな思いで作った自信作です。こちらの2つの商品気になる方は概要欄の URL からチェックしてみてください。こちらご予約お待ちしております。それでは続きの動画もぜひお楽しみください。ありがとうございました。
始まりました、最近同様ラジオ第11回、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。このラジオは私がここの家にアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活というような生活を送っているので、私たちの夫婦の今をお届けする、そんなラジオとなっています。最近どうよってことですね。はい、最近どうよってことを話し合っていくラジオです。はい、無事100回記念も終え、スイス100回ごめん無事10回記念も終え、はい、そして私たちはその間にスイスも行ってきて、そっか、はい、スイスの動画を投稿してたくさんの方に見ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。過去最高の初動だったんじゃないでしょうか。そうなのかな。3日で23万回ぐらい行ってる。おー、ありがとうございます。でなんかそのアフタートークを聞きたいっていうコメントもちらほらあって、ラジオの最初はその話もちょっとしようかなっていうか、多分チェルマットの、自転車サイクリング事件についてのそこがなんかどんな感じだったのかっていうのを、なんか結構皆さん気になってるみたい。確かにね、あれちょっと映像じゃさ、もう撮る暇っていうか撮る余裕がなさすぎて一切ないんだよね。でいきなり大変でしたっていう話になってるから、まあ視聴者の人はよくわからないかもしれないけど、うちらだけが盛り上がっちゃってる感じになっちゃったんだけど、実際にそのどういう感じで計算したのかっていうのを、アフタートークしようかなと思います。このオーギョーチをね食べながらいただきます。カルディのオーギョーチです。美味しい？美味しい。さっぱり。そうでね、そのコメントの中に6月に私もスイス行って、で私もその死の危険を感じたので、どんなにミクさんたちが大変だったか分かりますみたいな。でなんかあれはもうなんか初めて行く人は正確なルート行けません絶対って言ってる。まずじゃあ前提条件から話そうよ。まず下山するってなって、来た道じゃなくてぐるっと違うさ、山をちょっとぐるっと回って帰る道を選びました。でそれはサイクリング屋さんのお兄さんに教えてもらった山のマップなんていうの？いや正確に言うと Google マップだとちゃんとしたルートが出なくて、でその場でお兄さんとじゃあオールトレイルズっていうアプリがあるよってことで、それをダウンロードしてトレイルランニングとかやる人が使う専用のアプリで、でそれでルートを出してもらったんだけど、その僕たち初心者だからなるべく簡単なコースでルートを教えてくださいって言ったら、そのお兄さんも多分普段もっと激しいコース行ってるだろうね多分。で多分ここみたいな感じでルートを、それで表示してもらったんだけど、ただなんか一箇所なんかここはこのルートじゃなくてこっちに行ってねって言われてたんだよね。ただ俺ももう結構体力的にも気力的にもしんどくて、多分どっかで間違ったんだと思うよ。だからちゃんと準備をしていったつもりだったけど、お兄さんも記憶が曖昧で、で俺もちょっと疲労で本当は行かないといけない道じゃない方を多分選んじゃってたんだよね。だからちょっと帰りは正しいルートではなかったと思う。そうでなんか私もなんかこれから下るのにずっと山登っていくしみたいな感じになってでその後下り始めのところが一番きつかったんだけど、なんかもう砂利っていうかもう岩そうだね、大きなこんな大きな30センチ以上の岩がゴロゴロとしてて、で傾斜自体も本当人一人歩くだけでもう足滑らしたら危ないようなところを、多分あれ20キロぐらいの電動バイクを大きいバイクを持って下らないといけなくて、で私もう無理だったの。もう自分がもう歩くことすら無理なのに自転車でわーって行けなくて、私もごめん自転車持ってないわって言って、あなたが私の分の自転車をこう往復してね、まず自分の自転車持って降りてそこに自転車置いてもう一回一人で上がってあなたの自転車持って下ってっていうのを5回ぐらいやったね。繰り返してようやく下まで一旦降りて、それで私はもう一人で自分でさ歩くのがもう精一杯でちょこちょこ降りてって、でもう私はあなたが登って降りるのを見てるしかないじゃん。頑張りって言って、いや機材があったからね。転んじゃったら壊れちゃうから。そもそも疲れてるからさ、なんかすごいしんどがってるかなと思って、なんか往復終わった後にありがとねとか言ったら、あなたなんかはあ大変だったぜとか言って、なんでこの人こんな楽しそうな
いやもう正直もう満身創痍やったよ俺もねもう何回も足くじきそうになるし滑ってもうね擦り傷作るしでもあなた自身も限界だったよ、うん、で俺も限界だったよ、うん、でここで仲間割れしたら、もう本当に下山できないって思って、ここは気持ちを切り替えて楽しそうにして団結ちゃんとしないとこれは乗り切れないと思って、から元気でした、ね、あ、そうだ、ありがとうございます。あれでなんか拍子抜けして私何この人楽しそうと思って、なんか私もその気持ちに乗っかってじゃないけど、まあでもなんか久々になんか人間としての本気が試されてる感じでまあそれはそれでちょっと楽しかったっちゃ楽しかったけど、でもやっぱりなんかその岩のところとかに赤い線とかが引いてあって、あ、これ線引いてあるからここ道なんだみたいな、こっちへ行けってことで合ってるんだと思ったら、後からよくよく調べたらその線によって道の危険度が表されてるみたいで、なんか黄色とかがやや道が危なくなってますみたいな、で赤がもう結構危ないから気をつけてっていうそういうマークだったっぽい、でうちらはその赤の道を結構数キロ降りてったもんね。いや帰りはだってほぼそうだよ、赤だったよ。赤だと思ってさあったと思ってさあの線辿ってたよね、あ、よかった、まだ道これは合ってると思ってさ、そこの映像スマホでも撮ってないの？撮ってる一瞬、ね、今だからよくこの辺に流すけど、そうでちなみに俺がその自転車で1回転したのはそこじゃなくて一旦その超ハードな坂道を下りきってよし今からようやく自転車にもう一回またがって街を目指そうっていうなんてことないちょっと下り坂ゆっくりゆっくりしたよね。まあ、いわゆるその自転車って右と左のブレーキで前輪のブレーキなのか後輪のブレーキなのかであって、ガッて前輪が引っかかった時に前輪のブレーキを踏んじゃったわけ。でそしたら後輪がグーンって持ち上がってきて前転しちゃって、その後自転車が転んだ俺に覆いかぶさってきて、私はもうそれを一部始終後ろから見てたからキューってなって、あなたがファーって言ったらいいかいファーって言った後にほんとぐるんってなって、あなたがドサーって落ちた上に自転車バサーってなって、ちなみにその時は俺はもう骨いったなって思ったこうなってドカーってなって、意識が戻りかける時にこれは骨折れたって思ったけど、意識が回復していくにつれて全身にさ、意識を集中していくわけ、あれ手折れてない、足折れてない、肋骨も折れてない、折れてない、カメラは大丈夫かって言ってでも待って、その意識戻るまでの間に、あなたはなんかこんなになってて、手こんなになっててカーって言ってたから、私はもうこの人はもうどうしよう終わっちゃった、私はもうここからどうやってレスキューを呼べばいいのか、かなり冷静だったんだけど、30秒ぐらいカーってなって、うわどうしようってなったら急に「大丈夫だからカメラ」って言われて、私もカメラをこう確認して「カメラ大丈夫っぽい」って言って、よかったと思って。そうでもね、この辺すりむいてもう治ったよ。治ったけど、実はこの辺のあばらもカメラが食い込んだんだろうね、あばらに。カメラをたすき掛けしてる状態で、多分胸からドンっていったからカメラの多分角が多分あばらを圧迫しまして、メイビー日々だよねいや笑っちゃいけないんだけど、病院行きなっててるけど今のところ大丈夫なの？もう治った。きびなのか打撲なのか、大丈夫なの？もう痛くない。そういう感じになったんですけど、そっからもう怖くなっちゃって。そうね、逆にね、あなたはね、いや俺は逆にそっからまた漕ぎ続けたよ。やっぱトラウマはさ、その瞬間に克服しとかんとチャリ乗るの怖くなるやん。でも私はあれ以来東京帰ってからも坂怖いもん。前輪ブレーキかけるのやめようって思う。でもそういうことがあって、で無事下山しみたいな感じで。いやでもね、緊急事態の時はやっぱ元 CA だなと思ったよ。そう、回復タイヤとか取らせようとした私。そうなんかすぐ動かないでみたいなとか、なんか全身をくまなくチェックされてる感じで、なんか状況を正確に把握しようとされてるなっていう、なんか細目で見ながら、すげえ確認されてるわって触らず全身を確認してちょっと今大丈夫かなみたいなやった、意外と大丈夫だったんだけど、でも楽しかったよね、すごい。いやもう楽しかったよ俺は。すごい楽しかったよね。だけどなんかそういうこともあって、サイクリング事件をストーリーに上げたりとか、動画に上げてからやっぱちょこちょこ DM でね、私もちょっと死を感じましたみたいなのがあったから、やっぱりこう
発信者としてさ、まあ、これスイス行きたいなと思ってやっぱツェルマットハイキングしたりサイクリングしたいなっていう方はもう十分ねこうコースを選定するとか、そうね、まあ、あとピック持つとかね、なんかねやっぱガイドブックにピック持ってけみたいな書いてあったの。本当でもさすがにそれは使わないだろうと思ったけど場所によってやっぱ使うし、まあ、特にサイクリングは場所をねしっかり確認、てかやっぱその上りよりもやっぱ下りを気をつけないか。そうだからあんま登んない方がいいよねサイクリング。っていうかそのなんていうの、例えばあの時は3時間かけて登って、でまあ3時間ぐらいで帰れるかなと思ったけど、結局 4,5 時間かかってるわけよ、だからその帰りも同じテンションで帰れるっていうふうに思わない方がいいなと思って。確かに帰りの方が時間がかかるし日没の時間を逆算して早めに登るとか、っていうのはまあ一個、あとやっぱお水ね。お水はもう余分に持っていくぐらいの感じで、まあね、もしね、まあ、行く方もいるかもしれないから、やっぱそこはねしっかり注意喚起してやっぱ安全にやればすっごい楽しいよね、本当に短い距離でもしっかりと準備をして行った方が安全ですよと、はいそんな感じでスイスのビハインドトークっていうのかな、まあでもスイスおすすめかって言われるとおすすめじゃないの？いやおすすめよ。ただやっぱなんか現地の、まあ、いわゆる経費みたいなところを、勘定してったら、おおこんなしてたんやって思いました。まあでも本当に一生に一度と思ってね、行くにはとっても素敵な場所で本当に楽しかったです。本当に一生に一度のいい経験になりましたね、はい、そういう感じで、まあ、今週は前回の10回目で応募した質問みたいなものを読んでいきながらお話ししていきたいと思います、先週応募したのがもし自分が〇〇歳若かったら何をしたいですか、そしてどうなっていると思いますかっていうのを募集しました、はい、でいくつかコメントいただいてますので読んでいきたいと思います。自分たちのそうだった、私はね考えたんだけどこれねいただいた中にもいくつかあったんだけどやり直したくないっていうのは1個もうやり直したくないっていうコメント見ていや本当私もそうって思った。私さやっぱ10代とかがさ一番きつかったのに人生で、自分は大器晩成型だと思って我慢して生きてきたの、10代の時とか、また10代に戻ったらさ、またあれやんのと思ったらやり直したくないわってちょっと思っちゃった。それは今の経験値を持った状態で戻っても同じような状況になりそう、なりそう。結果大器晩成だって思っちゃうし、なんか若い時に自分の能力っていうのをうまく発揮できないようなタイプの人間だなってちょっと思う、けどでもまあ一旦それを抜きにしてねやっぱりこう戻ってこっから何やりたいって考えた時に、私はねピクサーのアニメーターになりたい。わーでかい夢を持ってましたねしみじみと思っちゃって、まあ、インサイドヘッド2見に行ったっていうのもあるんだけど、しみじみと思っちゃってさ、まあ、自分はさ CA になりたいと思って生きてきてなれたんだけど、でもやっぱどこかで親に CA っていい職業だよって教え込まされた部分がちょっとだけはやっぱあるっていうか、その子供の時にさ飛行機乗ってお母さんに「見て CA さんかっこいいでしょ」って言われて、そうするとさ「本当だかっこいいかも」って思って、そこからなんかちょっとずつこうさ刷り込まれていって、私 CA になるって思ってて生きてきたと思うよ、で結局 CA になってよかったよそれは、そういういろんな経験できてで今があるからね、でもちょっと一旦じゃあそれのかしましょうってなった時に、私ピクサーのアニメーターになりたかったかもって思った、でそれは自分がめっちゃ絵が上手くてなれるとかなれないとか関係ないよ、ただそのなるために目指す道を今だったら選んでたかもしれない、なんか自分が描いたものが世に残る、そういうのを一個やりたかったなみたいな、まあ、今ちょっと自分がそれらしいことしてるけど、やっぱチームとなってこう一個作品を作って、それがずっと子供に愛されていくっていう、でその中でも私はディズニーが好きだしピクサーが好きだから、ピクサーのアニメーターとなったりとか、なんかそういうコースとかなかったんかなみたいな、まあ思うのは自由ですよね。そう思って今からでもそういうことなんかできないかなってちょっと思ったりもしたりした、ある？いや俺もねなんか結論ね、その前回のラジオで、誰しも後悔はあるじゃないですかって言ったけど、果たしてそうなのかって俺もやっぱコメントにもさ本当書いてあった通りで、い
やり直して今の自分を超えれるのかっていう。おーわかる。でも別に今に満足してるわけじゃないけど、今があるのって結構奇跡だなって思うわけですよ。まあそういう話をしてもつまんないんで、まあね、もしじゃあ自分がもっと若くてって思ったら、まず高校時代に遡るよね。大体ねその辺だよね。やっぱ何気なくね文系に進んだけど、やっぱ理系に進んで、で大学は今思うと建築とか学びたかった。でも学べれたらよかったなって思う。っていうのもやっぱそのさっきあなたがアニメーターか、自分が作った作品がとかって言うけど、やっぱなんか建築もそうなわけじゃん。建築物見るの好きだし、建築家の出身の例えばデザイナーさんとか、そういう論理的に何かを作り上げていく人ってかっこいいなと思うわけ。元建築家出身のデザイナーとかがたくさんいるのもそうで、論理的により良いものを作っていくっていう、そのなんか思考がすごく羨ましいなって思うよね。建築家になって、物を何かしらも残して、残すことによりも作ることがやりたかった。そうなんか作っていく過程、俺建築家の人の知り合いも何人かいるけど、話してて思うのはあの人たちすっごいリアリストなわけよ。ここが例えば何ミリずれたらダメだとかさ、すごいシビアなことをやりながら、でもあの人たちの思考ってすごい究極のリアリストなのに、すごいなんかロマンを見てる感じがするわけ。例えばもしこういう素材ができたらこういう建造物が作れるとかっていうなんかところのなんか感覚がすごく羨ましいなって思うから、建築家なのか分かんないけど、そういう建築を学ぶそういう道を選べてたら結構楽しかったかなって思うけどよね。そうなんだよね。じゃあそこにまた戻ってやりますかって言ったら多分違う、やっぱそれ違うのかもしれないよね。そうね。そういう感じでね。でもなんかすごい自分のことを見つめ直したじゃないけど、なんかね結構しみじみ1週間考えてたらしい、このことに関して。あとあれ思わんかった、今からでも遅くないんじゃないかって。いやそうなんだよね。今からでも遅くないんじゃないっていうのはなんか本当に、いや私ねなんかずっとキャラクターを描いてそれで話を作るっていうのがなんかずっとやりたいって思ったっていうのがなんかあったなって思い出して、その一番のきっかけって子供の時になんかお母さんに連れてってもらったなんか絵本作ろう教室みたいなやつに、どんぐりくんの旅立ちっていう、どんぐりくんのキャラクター作って絵本作ったのね。見たことある。あるよね。でその絵本がなんかうまく物語が書けてるみたいな風になんか親か誰かに言われて、なんかそこからなんか私キャラクターでなんか絵本作家になりたいみたいな、ふと思ってたこともあったの。でも結局 C を選んだんだけど、なんか私そういうことやっぱやりたいんだなって、ちょこちょこ言うじゃん、私キャラクター作りたいみたいな。まだ遅くないんじゃないかなって、若干なんか考えてて、で今さ自分がやってることってさどれぐらい続くか分かんないじゃん、何事も仕事ってさどれぐらい続くか分かんないじゃない、その時に次のキャリアを考える時に、もうそういうのも視野に入れて考えていれば何かしらつかめんじゃないかなって、なんか将来を考えた。わかる。あなただって正直遅くないじゃん建築。そうなんですよ。私がピクサーに入るよりかもなんか割と現実的にできそうな感じがするけど、もうね、もう一回大学生するってこと、でもいいんじゃない？いやでもちょっとありだなと思うよね。ありだと思う。まあ現状ちょっとどういう形式があるのかわかんないけど、まあもしかしたらね、50歳ぐらいで建築家デビューしてるかもしれない、でもやっぱさ100年時代って言われてるから、そう50でさ建築家になってもさそうあと50年あるから10年あるなっても思うよね。でやってもいいよね。でもね俺建築家になったら俺やっぱ建てるのやめたとか言うんよ俺。建ててよ。建築家になってじゃあうちらの家建ててまず。そうね、それよくない？かっこいいね。かっこいいよね。まず自分たちの家建てる。意外とまだ遅くない説っていうのはそう思っちゃったから、なんかこれ良かったよね。過去を振り返ってるように思えて、将来を見据え出すっていうなんか謎の、振り返ってんのに先のことを考えてて、そうなんか振り返ったら意外と後悔なくて現状に感謝が生まれてしかもまだ遅くないんじゃねその夢っていうなんかそのすごいポジティブになって、なんかちょっとドキドキした。わかる。ドキドキしたよね。まだやれることあんのかなとか、っていうので心拍数上がった。皆さんはどうなんでしょうか。はい、それを見ていきたいと思います。ラジオネームパチさんからのお手紙です。みくちゃん先生、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつも楽しみに拝見させていただいています。
前までだったら13歳に戻ったら英語の勉強をしっかりして海外で働きたいと思っていましたが、子供が生まれてからはやり直したい恥ずかしいことややっておけばよかったことも変わってしまったら出会えなくなると、これがベストだったんだって思うようになりました。みくちゃん先生はこれから始めたいなと思っていることはありますか？お伺いできたら嬉しいですということで。でもこの人は絶対さ、その過去にちょっと後悔あったけど、もう死ぬほど可愛い子供が目の前にできてしまったわけや。だけもし過去が変わったらこの子に出会えないかもしれないっていうことでしょ。アバウトタイムだ。アバウトタイム見たよね。映画のアバウトタイムは過去に戻れるのね。タイムスリップできるんだけど、子供が生まれちゃうとね、途端に何かタイムスリップすると子供が変わっちゃうの。だから何かちょっとのことで出会える子供が変わっちゃうから、結局やり直さないっていう手を選んだりするの、そういう瞬間がやっぱあるとさ、もう今までの自分をもう愛すしか肯定してあげないと子供にね失礼だなって思っちゃうから、確かに何か一つでも変わったらもう子供と会えない、その目の前にいる子供と会えないシーンになるわけよ。すごいよね。やっぱ結局人を介して自分の人生を肯定することができるっていうね、そういう側面もあるんだなって思う。自己肯定感っていうのは自分だけで作り上げるものだけではなくて、子供だったりとか、パートナーだったりとか友達とか人を介して今までの人生を受け入れる、そう包み込める瞬間があるんだなって思う。なるほど。そうで、その上でこれから始めたいことありますかっていうことなんですけど、私はですね、陶芸を習いたい。これもさっきのキャラクター作りに通ずるんだけど、私さリサ・ラーソンの日めくりカレンダー持ってるじゃん。デスクのやつ、あれを日めくってる時にね、あれはリサ・ラーソンがさこう自分のアトリエとかいろんなところで陶芸してる、何気ない日常がさ365枚分写真であるのね、それ見てる時にさ、こういう作品を残したいって思うようになっちゃったの、この自分が亡くなるさ寸前まで物作ってさ、何かこう残していけるっていうのっていいなと思って、しかも陶芸ってこれからもできるなと思って、でそういう意味で陶芸やってみたいなみたいな、いいよね、思った。でも私は形を作らなくても絵付けでもいいなと思ってるんだけど、その形を作るよりも私なんか絵をつけてる方の方がなんか性に合ってそうな気もするんだけど、なんかそういう感じで作品を残すっていうのをちょっと焦点に当てて探してみようかなって。陶芸だけじゃなくてもね、ちょっとずつ趣味みたいなのを通して作品作ってこっかなみたいなのを思ってる。なんか作りたいっていう欲が出てきたね。いいんじゃないですか。ある？俺だって筋トレとしばらく行けてない釣りにちゃんとまた行きたいなっていう。やっぱなんかね、趣味ってめっちゃ大事だなと思う。そっから何か生まれたらさらにいいんだろうけど、でもなんかもう無心になる瞬間ってさ、やっぱ趣味しかないじゃん、精神衛生を保つ上でも、すごく重要だなとは思うね。じゃあ最後もう一個読みますね。ラジオネーム平和ちゃん。ミクさん先生こんにちは。こんにちは。私は今年32歳を迎えます。同い年。もし中学生に戻れるのなら、もっと勉学に励み、偏差値の高い高校大学を出て高収入の職に就きたいです。おそらく私が低学歴で不安定な個人事業主なのがコンプレックスなんです。勉強する意味を知らないまま進み、社会に馴染めず選択肢がありませんでした。なのでミクさんがこのテーマを出した時にワクワクするとおっしゃっていて驚きました。私は後悔が大きいのでなるべく考えないようにしているくらいです。お二人だったらこの気持ちをどう消化しますかっていうことで、だからうちら今までの人生に後悔はないっていう風にさ、思ってたけど、もしそうじゃない場合どう気持ちを切り替えて今後の人生歩んでいくかじゃないけど、でもね、なんかちょうどこのラジオのコメントを待っている間に私はインサイドヘッド2を見に行ったのね、インサイドヘッドっていうのはディズニーの映画なんですけど、人間がより良い人生を歩むために感情同士がこういろいろ協力し合って人間にこう行動を起こさせていくっていう、そういうお話で、2は思春期の主人公の頭の中を舞台にした動画なのね。でネタバレはしないように言うんだけど、ちっちゃい時って感情は5個ぐらいしかないの、喜び、悲しみ、ビビり、怒り、イライラぐらいしかない。でも思春期になってくるとまた5個ぐらい感情が出てくるの、心配とか、だるいとか、恥ずかしいとかっていうのがあって、
感情が増えれば増えるほど頭の中ごちゃごちゃになって整理がつかないわけ。今までは5個で済んでたのに新しい感情が未来のことを心配しだしたりしてごちゃごちゃしだすのね。で大人になるにつれていろんな状況が出てきていろんな感情が出てくるのね。将来のことに不安になったりとか悲観したりとか自分はダメなんだって思ったりするんだけど、その経験を通すと自分で感情を引き出せるようになる。例えば子供の頃は相手から受け取ったもので嬉しいとか思えるんだけど、大人になってくると相手から受け取ったものを頭の中で処理していろんな感情がこういろいろ会議して出して嬉しいって自分の中から出せるの。だからなんかなんて言ったらいいだろう。いやまあでもなんていうの、その感情ってさ、俺その映画見てないから分かんないけど、なんかたまに思うのは自分がじゃあ何かに対して怒ってると、怒っててもその怒ってるから僕は今怒ってるんだっていう、怒ってる行動してるから怒ってるんだ、自分の心は怒ってるんだって、意外と違う説。怒ってる行動してるけど、心は悲しいみたいなっていう、なんかその自分が発してる言葉と心が意外と表と裏で違う感情だったりするから、この人もなんか後悔してるって言ってるけど、まあ分かんないけど、だって今個人事業主やられてるんでしょ、そこはなんかすごいなんか過去をバネにしてる可能性も感じるし、別になんか文体もさ、なんか学がない文ではないしさ、すっきりしてまとまって分かりやすいし簡潔明瞭で。そうだから私はさっきインサイドヘッドの話をして何が言いたいのか途中でよく分かんなくなっちゃったんだけど、感情もさ、そういうなんていうの、思ってることと本当のことが乖離してるように、現実も実は後悔してると思いながらもなんかホッとじゃないけど、これでなんか安心材料にしてる可能性はあるよね。そうっていう一面が実はあるんじゃないかってちょっとこう深掘りしていくと、突然その後悔してたものっていうのがこれがあって今があるっていうふうに抱きしめられるようになるんじゃないかなって思うんだよね。そのインサイドヘッドの中も、結局はどの感情も大事だよっていうのが、1も2も言いたいことなの。喜びっていうプラスの感情ばかりだけでは人間は幸せになれなくて、悲しむ、しっかり泣くっていうことも喜びにつながっていくっていうのが、全体を通して言わんとしてることなんだけど、だからなんていうの、こういう気持ちをどう消化するっていう、消化っていうところがもうそもそも違うのかもしれないんだけど、後悔が大きいのでなるべく考えないようにしているくらいです。勉強すればよかったはさ、多分人間の9割ぐらいが思うと思うよね。でもさ、なんかこういうしまい込んでおきたい過去っていうことこそがさ、自分を成長させると思うんだよね。そうだよね。目をつぶりたくなることをちゃんと見るのって大事なのかな。だからこの方は自分が消化できてないと思ってると思うんだけど、実際に私たちから見ても消化というどころか、それをバネにここまで来てるから、客観的に見るともう消化はされているような気がするっていうか、消化っていうのかな、消化っていうのも消すじゃなくて、消すの方じゃなくて登る花の方ですよ。消化してるはずなの。こういう自分がああいう時こうしておけばよかったっていう見たくもない過去みたいなことで、意外ともう本当にそれが着火剤になってたりするから、なんか気づかないうちにそこのなんかモヤモヤした部分があるから頑張れた1日1年とかってあったはずなのよね、絶対。引け目を感じる瞬間っていうのは喧嘩の1秒前っていうか、マジで恋する5秒前みたいなそうマジで火がつく1秒前1秒前でも本当にそうじゃない、私は今まで消化消す方じゃなくて上げる方、登る花の消化する時はいつもそういう気持ちから火つけてた。例えば何かこう自分にとってマイナスなことが発生した時とか、嫉妬した時とか、そういう時に全部クソ私だってって言って毎回こうチャッてボッて火灯して、ここにはいけなかったけど違う方にブワーって導火線つなげた感じがあって、でも成長にそれなかったらここまで来れてなかったような気がする。今の自分がなかった、じゃあなんか過去の後悔とかは消すんじゃなくて、それをバネに消化させようと、って思えば、過去を振り返るのも怖くない可能性があるし、この方も32歳でしょ、あと68年ぐらいね、人生ありますからまだ3分の1しか終わってないんでね、まだ伸び伸びやっていきましょう。はい、本当にね、今そういう気持ちになってる、大人になってる方とか、学生でなってる方っていうのは、一旦インサイドヘッド2を見に行ってもらえると、その今の現状
どんな人でもグッと自分のことをね抱きしめてあげれると思うんだけど、うんそもそもインサイドヘッド2っていうのは監督が哲学者なのね。うん哲学的な、思考、人間の、頭の中っていうのはこういうふうになっていて、哲学的にこういうふうになっているっていうので、それを分かりやすくキャラクターに落とし込んでやってるんだけど、こういう気持ちになる時って哲学の本とか哲学の話とかを読むとなんか落ち着くんだけど、私意外となんか哲学的思考に向けると落ち着く。ちょっと抽象化するってこと？だから人生をどう捉えるかだよね。過去、今、未来うんっていうのを、常に人間はこういうことで悩み続けるんだけど、うん悩み続けながら答え出せないまま人生って終わると思うんだけどさ。ねまあなんか過去現在未来と、うん自分の表面的な振る舞いと、うん内側の振る舞いと、うんをなんかすごいなんか立体的な空間を自分がどこにいるのかみたいなやつをうん常模索しながらうん生きてるって感じですかね。うんということです。ということですということで、なんか図らずしもなんか人生について考えてしまって、人生100年時代、あと70年、まだこれからもう一花ぐらいいけるのかって思うと、嬉しいドキドキともう一回やるのかっていうハラハラ。そうね。体力と気力が持つんかなって。でも多分何かしないとつまんないんだろうね、人生って。だからみんな何かもう一花って探していくんだろうなって思って、なんかこれから何しようかなって、ちょっと自分も分岐に立ってんのかもなって思うようになったわ。なんかこうやって定期的に振り返るの結構うん大事だなと思うのと、うんあとなんかラジオを始めて、うんそのいろんな人からコメントを来てるのを読んで思ったんやけど、結構みんななんか悩んでますみたいなことを書きつつ、結論まで見るとなんか解決してねっていうことが結構多々あるんです。うんだからなんか何かを文章を書いて記録していくことって、うんなんか意外と解決してることを悩んでたなってことに、うんなんか指先が教えてくれるじゃないけど確かなんかすごいそういうのあるんだろうなと思ってに確かに。やけなんかさコメント書きたいけど書いては消して書いては消してを繰り返してますみたいな、悩んでると思ってたけど書いたら解決してることに気づいて消してもう一回でもこっちの悩みも書いてみようかなと思ったけど書いたらなんか書き終わったら解決したらと思って消してみたいな、なんかそういう人が結構いるんじゃないかなと思って、今まで YouTube やっててさ、結構やっぱそうお悩みみたいなのって DM できたりとか、いろいろコメントできたりとかあって、やっぱりみんな悩んでることがいろいろあって、それに向けてこうなんか動画でね寄り添えたらなとかいろいろ思った節があったんだけど、結構みんな悩んでると思ってたけど実は悩んでなかったみたいな、でも実は悩んでると思ってるみたいな、複雑な、意図的にこんがらがっててる部分あるんじゃないかっていうか。っていうのも意外とノートとか日記とか書くと自分の気持ちが整理できるし、そういった時間を共にする、はい、キャンドルとか、はいちょっと待ってくださいは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 いもうすごいパスだったよねこれすごいパスやっぱり悩んでるつもりなのかもしれないんですけど、自分と向き合う時間を作ってくれるキャンドルやそれを整理するための、日記やノートがあると、はいすごく人生楽しく生きていけるし、自分のやりたいことが叶えれる、そんな素晴らしい人生が待っているのかもしれません。あ、なんとこんなところになんとこんなちょうどよく、こちら何ですか？こちらはですね、ノートですね。そんな都合がいいこんなところにノートがあるなんて、これはどこのなんていうノートなんですか？ヒンクヌンクのレザーノートカバーです。なんと自分の振り返りにすごくちょうどいいですね。はい、革ですのでどんどん自分のね手に馴染んでいって味が出てくる。はい。でノートを書く時のはい。癒しの時間のおお供に供にこちらのクリスマス仕様ですね。はいキャンドルを灯していただいて。あら素敵なセット。まさかこれにつながるとは思わなかったけど、でも本当そうだわ。やっぱりこう皆さん多分ラジオでね自分のことを書いてみて分かった部分っていろいろあると思うし、誰かが書いたものを見てはっと自分の人生に落とし込まれた方もいると思うんですけど、やっぱり自分の現状にもしモヤモヤしてたりとか悩んでるなって思った時に文字にしてみると意外と悩んでなかったりとか、文字にしてみると後から読んだ時にもうこれ解決してたわとか、そういう時間ってすごい大事なので、ぜひね紙派じゃないけどノートを書いてみてください。はい。
書いてみようかなって思う方いたらぜひこのノートカバー買っていただきたいですし、クリスマスが大好きっていう方はぜひこのねキャンドルで1年を振り返っていただければなと思っています。すごい天才的な構成作家がここに考えてたの突然いや途中でそういえばと思って確かに本当にそうで次のラジオっていうか次は今もう60万人突破したんです。ありがとうございます。60万人。はい、私のチャンネルが、60万人突破しまして、60万人記念で質問コーナー Q&A の動画を撮りたいと思います。はい、それをラジオ形式じゃないけど、あなたに読んでもらいながら一緒にしゃべる Q&A にしたいと思うので、お手紙というよりかは、私もしくは私たちに対する質問を何でもいいのでどしどし募集したいと思います。もちろんお悩みも大歓迎。それで、いくつかねピックアップさせていただき60万人記念質問コーナーをしたいと思っています。なのでぜひこのコメント欄に私もしくは私たちへの質問をいただけるととっても嬉しいです。はい、そういう感じで最近童謡ラジオ第11回終了です。あ、待って、あれだ、この動画が楽しいなって思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。